はい、トライアラの川原です。今回はご質問いただきましたアフターエフェクツでこんな感じのコマドワイプから全画面になるアニメーション演出の作り方をご紹介していきます。こちらの演出の作り方は以前に同じものを Vegas Pro で作り方をご紹介していたのですが、アフターエフェクツの方でも作り方を知りたいというお声をいただきましたので、今回はこちらの作り方をご紹介していきます。今回のこういった動画の演出手法は、動画編集ソフト問わず割と動画演出として基礎的な部分になってくるのですが、動画編集ソフトが変われば作り方も変わってきます。動画編集ソフトに搭載されているツール機能なんかが微妙に違いますので、作り方が変わってくるのは当然なのですが、そもそものこういった演出を作る際の構成要素ですね、組み立て方みたいなところは動画編集ソフトが変わっても基本的には同じ考え方になってきますので、今回はそういった考え方の部分も含めてお話ししていこうと思います。ですので今回はせっかくですので、前回のベガスの作り方と今回改めてご紹介するアフターエフェクツの作り方に加えて、ついでにプレミアプロでも同じものを作りながら、その作り方の違いを比較しながらご紹介を行っていきます。まずこれが以前ベガスプロで作ったものと同じような形になっているのですが、作りたい動画演出がある場合は、こういった演出がどういった構成要素で作られているのかというのをまず分析する必要があります。そのためにまずしっかりと参考を見ていくのですが、パッと見てわかることが一つありますね。まずこの演出を作るためには動画素材が最低2つ必要になってくるというところですね。全画面で表示されている映像とコマドワイプで切り抜かれている映像ですね。まず2つの動画素材が必要になってくるというのがパッと見てわかります。その次にわかるのが、このコマドワイプで載っている映像は丸型で切り抜かれているというのがわかりますので、動画編集ソフトの中でこの型抜き、切り抜きをする機能、ツールが必要になってくるというのがわかります。さらにこの切り抜いた丸型には縁、線もついています。ですのでこういった線や縁を作る機能、ツールなんかが必要になってきます。なおかつこの切り抜かれたものは左下に小さく配置されていますので、移動と大きさですねを変更する必要があります。まずこの3つの要素が解決できれば、コマドワイプの状態までは作れるということになります。そして最後にこのコマドワイプの状態から動画が元の位置に戻る、位置と大きさですねというアニメーションが必要になります。最後に型抜きしていたコマドが広がっていって全画面になると。全体的にこういった要素で組み立てられています。このように必要な要素を書き出していくと、どの部分が自分がわからないかというのが見えてきますので、そのわからない部分をピンポイントで検索して解決していくと手を前に進めていって完成させていくことができます。今回のケースですと、アフターエフェクツの場合は、例えば、基本的なキーフレームアニメーションとマスク、本当にアフターエフェクツの基礎の部分ですね、が理解できていれば、おそらく手を動かしていくと作れるぐらいのものだと思います。では実際にアフターエフェクツで作っていきます。こちらがアフターエフェクツです。まずコンポジションを作成します。新規コンポジションからカット01として、8秒のコンポジションを作成します。フル HD ですね。OK。ここにまず2つの動画素材を配置します。まず1つ目、そして2つ目を上に重ねる。要素1、型抜きですね。アフターエフェクツでまるで型抜きする場合はマスクを使います。楕円形マスクでシフトキーを押しながら正円を描きます。標準ツールでマスクの位置を調整。切り抜く範囲の調整ですね。まずこれで型抜きができました。次に線。この縁ですね。入れる方法。これもいろいろあったりするのですが、これがわからない場合はおそらくマスク線、縁なんかで検索すると解決できると思います。今回はエフェクト、描画、線を使います。線の色を設定してブラシサイズを増やします。こんな感じですね。硬さは 100%。
これで要素2、型抜きしたものに縁、線を入れることができました。では次に要素3、配置ですね。位置と大きさですので、アフターエフェクツの場合はトランスフォームのスケールと1に配置します。これでまず基本的なコマドワイプができました。では続けて全画面になるようにしていきます。4秒のところで元に戻っていくために位置と大きさですね。現状のキーフレームを作って15コマ進めます。そしてスケールを 100% で1を元の位置に戻すのですが、リセットした方が早いので、右クリック、トランスフォーム、コンポジションに合わせる。これで元々の配置に戻りました。こんな感じですね。そして最後に、この型抜きが広がっていきますので、マスク自体が広がっていくようになればいいということですので、マスクにアニメーションを設定、マスクパスにキーフレームを打って、時間を進めて、マスクをコントロールとシフトキーを押しながら拡大していきます。すると、こういった形ですね。キーフレームをすべて選択して F9 で Ease を打っておきます。こんな感じですね。このように組み立てていくことができます。型抜きをして縁に線を入れて左下に配置。それが元の位置に戻った後に型抜きが広がっていく、マスクが広がっていくといった形ですね。じゃあ次にこれと同じことをプレミアプロでやっていきます。プレミアプロを開きます。ファイル新規シーケンスで新規シーケンスを作って動画素材を読み込みます。同じようにまず動画1を配置して上に2を載せます。こういった形ですね。ではまず要素1、動画の型抜きですね。プレミアにもマスクはありますので、不透明度の楕円形マスクで型抜きします。シフトキーを押しながら点を横にドラッグすると大きさを変えられます。こういった形ですね。プレミアのマスクは標準で縁が滲んでいますので、マスクの境界のぼかしを0にします。こんな感じですね。そして次に型抜きに縁、線を入れていくのですが、プレミアがこのマスクに直接線を入れるような機能がおそらく調べても出てこないと思いますので、ちょっと作り方がいろいろあったりするのですが、どれもちょっと手のかかる感じになってくると思います。ですので一旦ここではこの縁がないと先に進めないということではないので、一旦後回しにします。先にこの型抜きしたものを1とスケールですね。を調整して配置していきます。こういった形ですね。これでまず型抜きをして左下に配置することができました。コマドワイプの状態ですね。ではここから同じように全画面になっていくように、まず4秒のところでモーションの位置とスケールにキーフレームを打って15コマ進めてスケールを 100%、 そして1を元の位置にするのですが、これも先ほどと同じようにリセットした方が早いのでモーションのリセットをします。
これで元の位置に配置することができました。次に After Effects と同じようにマスクですね。マスクのパスにキーフレームを打って、時間を進めて、1秒間程度進めて、マスクをシフトキーを押しながら点をドラッグして拡大していくと。すると、こういった形ですね。コマンドワイプから全画面になるようにできました。ツールや設定方法なんかは違うのですが、組み立てていく要素は同じものとなります。そして最後、先ほど保留しておいたこの縁に線を入れる設定を行っていきます。これプレミア、いろいろな手法があって、どれもあまり個人的には、好きではないのですが、僕がよく使う方法としては、塗りを使っていきます。エフェクト、塗りと検索すると、塗りつぶしというエフェクトがありますので、これを適用します。ちょっと分かりにくいので、マスクを一旦オフにしておきます。不透明度をオフ。そして、塗りつぶしですね。の、許容量をマックスにすると、すべてが塗りつぶされるようになります。この状態で、最初に作った不透明度のマスク位置をコントロール C でコピーします。これを塗りつぶしにコントロール V でペーストします。すると、マスクのアニメーションごと同じマスクの大きさのアニメーションが塗りつぶしにも設定されます。これが最初に設定した不透明度の方のマスクですね。そして今追加したのが塗りつぶしの方に同じマスクのアニメーション。今、元々のマスクは表示されていません。塗りつぶしの方のマスクですね。が表示された状態ですので、元の素材に対してマスクの範囲だけが塗りつぶされた状態となっています。この状態でマスクの反転にチェックを入れると、この塗りつぶしに設定したマスクの外側だけが塗りつぶされるようになります。ですので最終的にマスクが広がると塗りつぶしの範囲がなくなるといった状態ですね。この状態で最初の不透明度のマスク、普通のマスクですね、を有効にします。すると丸の部分だけが表示されます。ただ塗りつぶしはこの丸の範囲の外側が塗りつぶして赤くなっている状態ですので、ちょっとややこしいんですが、この不透明度のマスクの範囲を若干広げてあげます。拡張で広げると、この外側のマスクの範囲が表示されることによって線になるという風に、作っていきます。塗りの色を変えておきます。こうすることで線を入れることができたのですが、動画素材の上のスペースが、今回のケースは狭いので拡張だと切れてしまいますね。マスクの拡張を一度0にして、今回のケースは塗りつぶしの方のマスクの範囲を削ります。すると内側に境界線が出るようになりますね。こういった形ですね。これで動画素材に切れることなく線をつけることができました。こんな感じですね。プレミアですとこのように作っていくことができます。プレミアの場合ちょっとこの線を入れるところ、もしかしたらもっと効率的な作り方があるかもわからないのですが、ちょっと手のかかる形にはなっていますが、基本的には作るために必要になってくる要素というのは、アフターエフェクツのプレミアも同じものとなります。じゃあベガスはどのように作られていたのかと一応再確認しておくと、こちらベガスですね。
ベガスも動画素材が2つ。ビデオ1の上にビデオ2が載っていると。そしてビデオ2の方のエフェクトに一度オフにすると、これがまず全画面の状態ですね。これに対して、まず型抜き。ベガスの場合はクッキーカッターというエフェクトを使って丸型に切り抜きます。ベガスのこのクッキーカッターには境界という、設定項目もありますので、直接線を入れることもできます。さらに、ピクチャーインピクチャーのエフェクトで位置と大きさを変えています。あとは同じようにキーフレームでアニメーションして広がっていくといった形となります。基本的にやっていることは After Effects、プレミア、ベガスすべて同じものとなります。このように動画編集ソフトが違っても、その演出を作るために必要な要素というのは同じような考え方になってきますので、作りたい映像演出がある場合は、どういった機能やツールが必要になってくるかというのをまず分析を行ってみてください。ほとんどの場合、基本機能だけで再現できたりしますので、どうしてもわからないときはその部分だけを直接ネットで検索するなりして解決していくのがいいと思います。Twitter や YouTube なんかで質問するときも、この演出どうやって作るんですかっていう全体で質問するよりも、この演出の中のこの部分ってどうやって作るんですかみたいな感じで質問した方が、具体的な返答が返ってきやすいと思いますので、より早く問題を解決することができると思います。といった形で今回は、アフターエフェクツのコマドワイプから全画面表示になるアニメーションの作り方と言いつつ、動画演出の作り方の考え方のお話でした。今回は以上です。またお会いしましょう。